こんにちは、文芸評論家の三宅かほです。今日はですね、4月の新刊をご紹介したいと思います。4月も面白い新刊がたくさん出ておりますので、ご紹介していきましょう。まずはですね、こちらです。積んどくこそが完全な読書術である、こちらの本はですね、なんとですね、永田のぞみさんの名著が文庫本になったんですけれども、私が解説を書かせていただきました。絶対読んでください。私本当にですね、文庫解説って本当に何て言うんですか、こう人生の仕事の中でマジ1番2番を争うぐらい力入ってるっていうか何を人様の本捕まえて何を言ってるんだお前はって思われそうなんですけど、なんか結構いやでも本当になんか割とそうで、なんて言うんですかね、文庫解説ってこう人様のなんか本にお邪魔する行為じゃないですか。だからすごくそのなんていうんですかね、自分にとって結構大事というか、なんかどっちかっていうとなんかその逆に言うとそう違う人の文庫解説を読んでなんかね、割となんでこんな文庫解説なんだみたいな思った経験が読者側として多いので、なんか自分がまあ人様の文庫にお邪魔する時にはね、しかも文庫ってなんていうのかな、なんか残るっていう感じが私的にあって、だからまだお邪魔する時にはなんかもうちょっとこう気合い入れて書こうっていうのがいつも文庫解説について思っていて、だから本当に私が文庫解説をその昔からてかなんかね、自分がその書評家になった文芸評論家になった時の一つの割とこう夢が文庫解説書くことだったので、なんかなった時はすごい、最初に書いたいつだったっけな、多分ねなんか一番最初でも2020年とか19年とかかな、なんかすごい嬉しかったりとかしましたし、それ以来受けるたびにまあ本当に気合を入れて何でも文庫解説を書いているので、もしあなたが文庫解説の訳家法を見つけたら結構気合入れて書いたんだなと思って読んでください。割とあるので、結構でもなんか割と好きな本にしか書かなかったり、好きな本にしかって言うとすごいそんな言い方で申し訳ないんですけど、なんていうんですか、気合い入れて書けるなっていう、っていうか私が書かない方が気合いを入れてくれるだろうなっていう本にはお断りしてたりとか、これは気合いを入れて書きたいっていう本についていつも文庫解説は書いておりますので、本当に文庫解説を見かけたらおって思ってやってください。っていうかなんて言うんですか、逆に言うと私この文庫解説私が書きたかったみたいなのも結構あったりとかする。これさ、こないだ人と喋ってそんな感情あんのって言われたんですけど、あるだろうと思いながら、いやまああるだろうって思うのなんかそうなんですよ、あんまないらしいんですけど、私は結構そういうのがいいなーって思ったりとか、人様のね書いてる文庫解説さえしていいなーって思ったりとか、逆になんかこれ書けて嬉しかったみたいな、この仕事ができて嬉しいみたいな、この文庫解説を書けてもらえなんてみたいな、こともあったりとかするので、そういう意味ではですね、永田のぞみさんはご存知の方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、この積んどくこそが完全な読書術であるっていう本はもう大名著で、そのまあね、もうタイトルが素晴らしいんですけれども、タイトルだけじゃなくてその積んどくっていうのが実はそのなんていうかな、こう結構今って本当に読む本がさ溢れ返っていたりだとか、あるいはドラマだったり映画だったりがもう見れるもんも見れないもんも追いつけないよっていうくらいありますけれども、なんかその情報環境の中で実はどう生き延びていくかっていうのが永田さんの言うこう、まあなんかある意味積んどくっていうのはそのビオトープっていうんですけど、こうなんか自分なりの、まあ私もよく言うんですけど、こうなんていうんですかね、自分なりのそのアクセスできる環境を作ることだみたいな、まあ、話を割とされていて、しっかりは中にぜひ読んでほしいんですけど、まあでもそれがなんかすごくいい本、説得力を持ってなんか書かせて書いていただいていて、すごくいい本だし、まあ本当解説に全てを込めたのを読んでっていう話だし、永田さんがねちょっとすごく急に亡くなられてしまってですね、大変その時はショックだったしびっくりしたんですけれども、まあ、それからね時間が経ってこうやって文庫化されたこともとても嬉しかったですし、まあそれに関われてまあすごい嬉しいなというか、まあちょっと私が書いていいもんかしら、もっとなんか交流がねある方とかいるんじゃないかしらとは思ったんですけど、まあでもとはいえやっぱり
なんだろう、依頼していただいたことがすごくありがたいなと、てか書評家の大先輩なのでありがたいなと思ったりしたので、まあそんなわけもあって文庫解説を気合い入れて書きましたので、ぜひぜひお手に取ってもらえたらと思います。ちくま文庫から出ております。よろしくお願いします。名著なんですよ、本当に。なんか今の時代のなんていうのかな、知的生産術だなって思います。よろしくお願いします。はい。で、これが文庫でしょ。文庫もう一つあってさ、実は、はい、遠い声遠い部屋がなんと村上春樹役が出ました。イエーっていうのはですね、知る人ぞ知る、こちらはカポーティのデビュー作なんですよ。で、カポーティっていう人は結構なんか最初早熟の天才みたいな感じで出てきて、ね、ティファニーで朝食をとかで知ってる方、冷血とか知ってる方もいらっしゃると思うんですけど、実はその結構最初本当に早熟の天才みたいな感じでこの作品で出てきて、あれか、その後まあ割といろいろ病んだりもしながら、まあ、ノンフィクションとかも書きながらやっぱ傑作を生み出していったっていう作家で、カポンディって割とその村上春樹のこうまあ、なんか影響を与えてるってよく言われるんですけれども、そのこの新役の、村上春樹の役のこれは新装版なのかな、新装版でいいんだよな。で、そうっていうのが、新装版違う。新文庫版が出ました。はいはい、そうです。新訳の。で、私、カポティの遠い声遠い部屋って昔ね、別の役で読んだことあったんですけれども、村上春樹役がね、これ何年に出たんだけど、最近出たんですよね。あ、2023年に出ていて、で、それが、この、まあ、名作新訳コレクションっていうこの新潮社の、まあ、シリーズの中に入ってこの素敵な表紙に、かっこいいですよね、表紙ね。素敵な表紙に、まあ、なって出ましたので、ちょっとこう海外文学がなんか難しいなって思う方でも、私はね、村上春樹さんの役だと読めるっていう作家結構いるんですよね。なんか他の人の役だと難しいっていうか、なんかその脈絡がないシーンとかがさ、結構なんか私はこういうアメリカの特に若い人が書いた小説ってあるぜとか思ったりするんですけど、村上春樹さんの役だとなんか読めるぜっていう気持ちになる時が割とあるので、そういう意味でもすごくおすすめの役です。カポティの小説、なんかティファニーで朝食をとかは知ってるけど、なんかちょっと読んでみたいなっていう方にもおすすめだったりします。ぜひ。はい。で、あとは小説だとこちらね、素晴らしかったです。明日新しい歌を歌うって角田光代さんの新刊で、これ実はこの3月に出てるんですけど、まあごめんなさい、4月として紹介させてください。実はこの新刊紹介意外となんか発売日をちょっと詐欺ったりしてるっていうのは、その4月に新刊って紹介しながら3月の方を紹介してたりとか地味にちょいちょいあるんですけど、まあ前回紹介できなかったからいいでしょう。角田光代さんのですね小説で、これ今野清志郎さんがお好きな方にはぜひ読んでほしいなって思います。それだけでもう紹介は十分なくらいなんですけれども、ちょっと音楽の話でですね、今の清志郎さんが好きな方はぜひ読んでほしいなって思います。2回同じことを言いました。表紙もすごい素敵ですし、あと角田光代さんの本の中でちょっと薄めと言いますか、薄めって言い方変、なんか割とこう気軽に読める中編ではないけど大長編ってほどではないので、気軽に読める素敵な作品だなと思います。なんか他の本として比べてもほらちょっと薄いのがわかるでしょ。なのでこうなんていうんですか、なんかすごい好きなものがある人とか音楽好きな方にも読んでほしいなと思います。角田さんの新刊が出ました。あと次小説で言うとね、こちらは逆に分厚いんですけど、タイムシェルターっていう、これ面白そうなんですよね。ちょっと私もまだ読めてないんですけど、全部読めてないんですけど、ちょっとパラッと最初ら辺読んで面白そうだなと思ってご紹介しようと思って、これ何かっていうとですね、なんとブルガリアを代表する作家のこう作品っていうことで、結構その物価国際賞っていうのを受賞してて、何の話かっていうと、なんかね、認知症患者のためにこの生まれた病院っていうの、クリニックっていうのがあって、それが何かっていうと、なんかその当時の
記憶っていうのをなんかこう送り返す、つまりその再現されたこう過去の記憶っていうのがなんかすんごい精密になんかできるぜっていうそういうクリニック、過去を忠実に再現した部屋を備えるクリニックっていうのができるんだけれども、それがねなんかこう避難所っぽくなっていくんだけれども、実はそのなんか避難所だけじゃなくてなんか現在にも影響を与えるらしいっていうところで、私はまだそこまで到達していないんですけれども、なんか結構面白いなと思って、その最近さやっぱりこうなんかちょっとこうなんちゅうんですか、ノスタルジーっていうか、平成リバイバルムーブだったりとか、なんかこういうこうノスタルジックな消費ってすごい日本でも多いですけれども、それをちょっとこう SF 的に要はディストピアとして描くっていうのはなんか手塚治虫とかも昔書いてたけどすごく面白いなと思っていて、なのでそういう意味でもなんかいい設定だなと思って、で結構読んでいるとそっち行くみたいな話に見えているので、はい、ぜひ私と一緒に読みましょう。タイムシェルターすごくこう面白そうだし、あとなんか今の話っぽいぞっていうのがやっぱこういうさノスタルジーの話ってなんかやっぱ高齢化社会グローバルなんだねっていうそのグローバルな話題なんだねっていうのをすごい思いましたので、ぜひぜひ読んでみてほしいです。タイムシェルター共に読みましょう。読み終わって面白かったらページターナーズでご紹介します。そう、私結構ページターナーズでさ読み終わった本をご紹介するからさ、この YouTube では被らないようにと思うとなんかその仕入れたばっかの本を紹介してるんですよね。はい、新書です。人はなぜ特攻に感動するのか、いいタイトル、なるほどって思いました。これ何の話かっていうと、実はこれ対談本でですね、で社会学者のこの井上さんっていう方とライターの坂本さんっていう方が結構その要はその特攻映画とか映画について語るっていうような本になってるんですよ。でどんな文法で我々感動させられてるのかっていう話であったりとか、あとそのターミネーターみたいななんか昔の映画についても語っていたりだとか、あとなんか花のが咲く丘で君とまた出会えたらみたいな話もあるし、割とこうなんかね対談なのでこうそんなに専門的な話というよりはすごい映画がいろいろ出てきて、そういう映画も確かにそうだねってこう共感しながら読むっていう感じでバラバラ読みやすくて、それがすごいいいなって思いました。これは私は読んだんですけど、なんかこうなんで我々はこう全米で泣いてしまうのか、特攻の作品でっていうのがゴジラ-1だったりとかいろんな最近の作品も見ながら書いてらっしゃるので、なんかそこがすごいいいなと思いました。おすすめです。あとはこちら、歌う日本語歌謡曲の言語と文学っていう作品でですね、これ何の話かっていうと、なんとですね歌謡曲を言語学的に考えようっていう本なんですよ。でね、このね歌謡曲を言語的に考えようっていう本が何が面白いって、意外といろんな人が書いている。意外といろんな人が書いているっていうのはどういうことかっていうと、このエディットバイ田淵さんっていうのはお一人なんですけれども、ごめんなさい、エディットバイ田久保さん、ごめんなさい田淵さんじゃない田久保さんっていうのはお一人なんですけれども、執筆者がめっちゃ多いの見える？そう、超多いでしょ。すごい人数いるんだよだからなんか集合地っぽくなってておもろーって思いながら読んで、例えばなんか中島みゆきが言うその私っていうのは実はあんたっていうこう言い方と対比されるんだっていうなんかこう言い方をしてて、でも私っていうのが使われる前は男性のその作詞家っていうのは私っていう風な言葉を使っていたと。でも中島みゆきはそのシンガーソングライター、つまりその自分で作ったさ歌詞を自分で歌うっていうやつをやってるから私を使い始め、そして2000年代になるとこう女性アーティストがさらに私を使い出す。愛子の私があなたが私の方に頬ずりすると2人の時間止まるボーイフレンド神の曲、この曲とかではその私って使ってるよね、確かに大塚山私だわみたいなっていうのがすごい言語学的に描かれて、その後意外とそのなんか女性アーティストが僕って使う場合もあるとか、だからそういうね話が認証の話があったりだとか、あとなんか
敬語はどういう風に使われているのかとか、なんかね、あとその慣用句っていうのが実はどれぐらい使われるのか、つまりその心が痛むとかってさ、まあなんか慣用句だけれども、実は吉田拓郎もヨルシカもバウンディも使ってるみたいな話とか、なんか本当に結構読んでたらめっちゃおもろくて、この本なんかこう小ネタがなんていうんですか、こういうところで言いたくなる小ネタが飲み会のネタにしたくなる小ネタがいっぱいあるので、会話曲って言っても本当にそれこそさっき言ったもう吉田拓郎からヨルシカまでじゃないですけど、なんかボカロの曲とかも結構これね描かれてたりとかしていて、網羅とあれだったりとかすごい面白い本なので、まあなんかそういう意味でもいろんななんかちょいちょい一章が割と短くてですね、いろんな方が本当に書いているので、なんかゆる言語学ラジオを聞いてて言語学興味持ったなっていう方とか、あとなんかこうまあ歌詞分析とかね興味あるなっていう方とか、なんかそういう言語学に興味があるけどまあちょっと言語学の方難しいぜっていう方にもおすすめのめっちゃいい本だと思う。この本結構今月激推しです。本当に私も読んでてすごい面白かった。なんかすごいこうなんていうんですか、表紙がちょっと言い方難しいんですけれども、昔の曲だけこうね歌謡曲ってあるとこう分析してるのかと思うけど、結構最近の曲も出てくるのがすごい私は推しだなと思ったので、なんかどっちもやってるのがすごいいいなって思ったので、なんかそういう意味でもぜひぜひ読んでみてください。歌う日本語おすすめです。で、あとはね、これはちょっと宣伝なんですけど、AI 時代の学びの力、高校生と考える AI 時代の学びの力っていう左右者さんが出してる高校での講演録みたいなのをまとめた本に私も出していただいてます。これいろんな本当に方が高校で講演した内容をまとめていて、結構豪華執筆陣なので、ぜひぜひ私も載ってますのでよければ。あとね、今月なんか私やたら雑誌に出ていてですね、すごいなんかちょっと書店さんで見かけたら一つよろしくっていうことでご紹介させてください。カーサブルータス京都特集京都モダン建築巡りっていうところでですね、なんと私和菓子巡りをさせていただきました。楽しかった。もうこれ最高の、こんななんかご褒美仕事いいのかっていうぐらいマジで楽しすぎた最高のこんな感じでですね、すごい写真も綺麗にいっぱい載らせていただいてますし、どっちも2店舗行かせていただいたんですけど、和菓子のコースでさ、もうめちゃくちゃ楽しかったし美味しかったの。ちょっと誰かまた行こうっていう話なんですけれども、おすすめです。他の方の写真もすごい素敵。あと、七尾さんっていう、これ着物の雑誌なんですけど、初登場させていただいてですね、これももう死ぬほど楽しかったご褒美仕事でした。なんとですね、着物着せていただいて、私ですね、ちょっと今回その藍染めのなんかこうやってる現場にお邪魔させていただいたんですよ。でこんな感じで本当に藍染めの現場を見させてるところいただいてるところをこうまあこうね写真撮っていただいたり、こうエッセイをがっつり書かせていただいたのでまあエッセイもぜひぜひ読んでみてください。本当にさ、ここでなんかちょっと藍染めの素敵すぎてポーチも本当に自分で普通に買っちゃったりしたんですけれどもそういう意味でぜひ知ってほしいなって思うところもあるので、ぜひ七尾は読んでみてください。七尾自体今月映画特集で映画の中に出てくる着物っていうのもすごい素敵な特集なのでぜひご覧ください。あとね NHK 短歌で穂村弘さんと対談させていただいてます。神の穂村弘と会ってしまったぜ本当に。穂村弘さんすごかった。知の巨人って感じでさ、なんか今年私この1年あった中で一番なんか知識知性なんて言ったらいいんだろう、なんか知の限りない勝てなさを感じましたいろんな人と会っててお前全員勝てるつもりなんかっていう話なんですけど、穂村弘さんだけは勝てないわってなんかすげえ不遜な言い方をすいませんしてしまった。ちょっと今カットしたい気持ちに駆られますが、はい心豊かにはいっていうなんだこれ京都馬主協会解放誌っていうところでものすぎない？そんなところから対談来ることあるって思ったんですけど、なんと川崎明子さんと対談させていただいてですね、川崎さんのおもろいんだよな。本当に川崎さんいつかちょっと YouTube でお尋ねしたいんですけれども、この川崎さんが結構馬に関する小説いっぱい
書かれていてですね、ちょっとその小説の深掘りをしましたので、馬っていう観点からぜひご覧いただけたらと思います。というわけでこんな感じで雑誌もいろいろ出てますので、雑誌の情報とかは結構、インスタとかツイッターに上げてますので、ぜひ SNS も見ていただけたらと思っております。というわけで、なんか今週がっつり語っちゃった。今月からがっつり語っちゃった。またなんか面白い新刊あったらぜひコメント欄にお寄せください。あと YouTube でこういう企画やってほしいとかあったらぜひぜひ言ってください。では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 。